明石市の泉市長なんですけど、少子化対策という旗を振ることによって人口が増えて、結果として明石市の経済はすごく良くなったんですよ。ひろきさんこんばんは。私は28歳で、妻2歳の子供と3人暮らしをしています。共働きで世帯収入800万です。子供が生まれてから子育ては想像よりお金がかかることに気づき、子供には立ち制度にしてほしいと、恥ずかしながら出産以降から選挙に行き始めました。勉強すればするほど日本は子供に優しくないように感じます。もう日本は変わらないのでしょうか。すいません。今日のタイトルを、日本の選挙システムで少子化対策は矛盾している説っていうのにしたんですけど、少子化対策をした方がいいよねというのは、日本政府の人とか政治家とか一般市民の人とかって40年前ぐらいから言ってるんですよ。で、なぜそれが起きないのかっていうのは、僕は民主主義のせいなんじゃないかと思っていて、あの、えっ、と、例えば、株式会社って、利益を短期で出そうとするんですよ。で、アメリカの会社とかって、その30年後に儲かるような事業ってやろうとしないんですよ。なので、要はアメリカのその上場企業とかの場合って、その優秀な雇われ社長が、とりあえず社長になりました。で、3年以内に結果出しますとかってあるので、3年以内に利益を出すためにやるんですけど、1年目から結果出さないとクビになる可能性があるので、1年目、2年目、3年目って、とりあえずすぐ利益を出そうってなるんですよ。そうすると、長期的な投資というよりも、3年後に利益が出る仕組みをいかに作るかっていうのを考えてやるんですよ。で、日本の会社って、その世界でね、世界最古の会社ランキング、古い会社ランキングってやると、確か世界で一番古い会社が、金剛なんとか社っていう日本の会社で、で、トップ100のうちのね、確か半分以上日本の会社なんですよね。世界の古い会社。で、その要は古い会社って、そのめちゃくちゃ短期で儲けるとかではなく、長期的に投資をして同じことをし続けるっていうのをやるんですよ。で、その金剛なんとか社とかも、もう宮大工で、その神社とかお寺とかを修繕し続ける仕事なんですよ。要はその神社とかお寺を修繕するので、めちゃくちゃ儲かるってことないですよ。金剛組か。いや、じゃあ神社直してくれました。じゃあ1億円払いますとかってないんですよ。ありがとうございますって言って、細々とお金が払われるっていう、そういうシステムなので、なので、基本的にはめちゃくちゃ儲かるはないんですけど、ただその神社とかお寺っていうのは、必ず日本のいろんなところにあって、修繕っていうのがあるので、需要は残り続けるので、ずーっと仕事が続くっていう。なので、割となんか経済評論家として有名なデイビッド・アトキンソンさんっていう、もともとゴールドマン・サックスの投資家だった人が、今、小西工芸社っていう会社の社長さんをやってるんですけど、で、その小西工芸社っていうのも、その神社とかお寺とかの、その昔ながらの建物の修繕をやってるところで、日光の東照宮とかも修繕もやってる人ね、ローアン・アトキンソンじゃないですね。はい。で、なんでその話をしたかっていうと、要はアメリカの上場企業というのは、3年以内に利益を出すために社長は頑張ります。なので、10年後、20年後にうまくいくみたいな投資はしません。基本的には。で、日本の上場企業もほぼその状態です。で、じゃあ、日本の民主主義というのはどういう仕組みかっていうと、その政治家に投票するときに、その政治家が20年後に役に立つことをやるであろう政治家に投票している日本人ってどれぐらいいますかっていうと、ほぼいないんですよ。要は分かりやすい例でいくと、創価学会だからこの人に投票しようで、公明党の人が受かるとか、で、その統一教会の人が応援してるからっていうので、統一教会の人が、なんか自民党の候補にして、自民党を投票したりとか、で、自民党だと、中小企業系とかの商工会とかの支援だったりとか、日本経団連の支援だったりとか、日本医師会とかの支援を受けてるので、そうすると、例えば日本医師会がうまくいくような形の政策をやると、日本医師会は毎年毎年投票してくれるので、なので、20年後に誰かが得をするという政策をやるモチベーションというのが、政治家には一切ないんですよ。で、投票する側もそれがないんですよ。なので、せいぜい5年後とかですよね。だから、例えばじゃあ、大阪とかだと、オリンピックを招致しますみたいなところ、万博か。万博を招致しますとか、カジノを招致しますみたいな、横浜とかもあったんですけど、要は5年後にこういうものを招致しますよみたいなところで、割と選挙戦を争ったりするんですけど、20年後に子供を増やしますっていうので、選挙戦戦って、やっぱり勝てないんですよ。
ていうのがあるので、その民主主義で毎年選挙があるっていう、まあ、毎年でもないですけど、一応なんか参議院だと5年、衆議院だと4年だっけっていうのなんですけど、まあ、その2年半ごとに参議院があって、で、衆議院もなんかすぐ解散とか、その大体2年3年でいるかなんですけど、ってなっちゃうと、その2年3年の間の直近の話題で投票しちゃうんですよ。例えばその昔、じゃあ民主党政権とかが伸びた時って、やっぱり消費税の問題っていうのが結構大きかったんですけど、要はその消費税があるから、じゃあその民主党をやめてみようとか、その経済が悪いから民主党じゃなくて、やっぱり自民党に戻した方がいいよね、みたいな感じで、なので、その長期的に20年後の日本のためにこれが必要だよねというので、投票する日本人もいないし、それを政策として掲げる政治家もいないので、なので構造的にその20年後の日本が幸せ、いや、その子供って生まれて育って金稼ぐようになるの20年以上かかるので、その大学行って、まあ、新卒社員で金稼ぐっつってもせいぜい月30万とかで、多分その今までの教育の時にかかった額とかを考えると、多分そのプラマイゼロになるのが、まあ、30歳から40歳ぐらいで、なのでその少子化対策をして日本社会の経済が良くなるって多分30年か40年後なんですよ。で、そうすると、50歳の政治家って90で死んでるんですよ。なので、50歳の政治家が、その政治家として俺は40年後頑張るんですって言って、その成果がうまくいって、わあ、すごいねって言われる頃には、もう世の中にはいないとか、政治家としてはもうやってないっていうことになるんですよね。なので、この政策すごいよねって言われるんだったら、やっぱり10年後とか5年後とかぐらいじゃなきゃいけないよねってなると、で、その政治家の平均年齢、今70近い60後半ぐらいだと思うんですけど、そうするとやっぱりよくて10年後に実現できる政策しか基本的にはもう行われないっていうのがあるので、なのでその民主主義のその投票で政治家を決めるというシステムである限り、少子化対策というのにはお金を使われないという構造になってるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ、これが良くないよねっていうので、で、それをうまく解決する方法の一つだなと思ったのが、あの、兵庫県の明石市の明石市長のやり方なんですけど、要するにその国会というのは日本中の政治家の過半数の人がこの人を総理大臣にしようって決めた時にしか総理大臣になれないんですよ。なので、その日本中の政治家の51%が30年後、40年後のために少子化対策をしようっていうのは、もうならないよねっていうのは、まあ、今30年間、40年間、政治を見てきた人は分かると思うんですけど、ただ、一人二人少子化大事だよねっていう人はたまにいるんですよ。でも多数決で絶対勝つことはないんですよね。ところが、その明石市の泉市長なんですけど、その市長の場合は、少子化対策って言わないで勝っちゃいました。で、その後から少子化対策大事だよねっていうのをいろいろ言って、で、何期も勝ちましたと。3期ぐらいだったのかなっていうので、結果として、子供が生まれた結果、明石市は良くなったわけではないのですよ。ただ、子育て世代が周りの地域から流入することによって、明石市のその地価が上がって、で、そこで不動産を持ってる人とかの家賃収入が増えて、で、住民が増えてるから、そこの商店街とかの売り上げが上がってっていう形で、少子化対策という旗を振ることによって人口が増えて、結果として明石市の経済はすごく良くなったんですよ。っていうので、その市長がその少子化対策をした結果うまくなったわけじゃないですけど、少子化対策の旗を振ったことによって、明石市の経済が良くなって、あの政策は正しいよねっていうふうに見えたんですよ。っていうのがあるので、なのでその日本全体として、その政府が何かをするのは難しいんですけど、その市長だったり、その知事だったりとかが旗を振ることによって、少子化対策をした方がいいよねというより、子育てしやすいよねっていう地域で、あの、子育てをしやすいというので、それは良いよねって考える人たちって、30代、40代なんですよ。まあ一応日本だと20代でも子供を産めるんですけど、平均的にはもう初婚が30歳になっちゃってるので、子供を産む人って大体30歳以上が多いんですよ。なので、その30歳、40歳が、あ、子供を産むときに補助金出るんだとか、なんか保育園とか安くなるんだとか、そのなんか医療費とかタダなんだってなると、30歳、40歳が集まってくるんですよ。で、30歳、40歳っていうのは労働者なので、
住民が住むと税収増えるんですよ。要はその30歳、40歳って平均的にはその年収400万円とかもらったりするので、なので、その子育てをうちの市とか、うちの地域とか、うちの県とか都とか府とかでやると、その得ですよってやると、どれどれっつって労働者が増えてくるんですよ。で、結果として税収が増える。で、さらにその子育てをすると決めて覚悟してる人たちって、まあ、この地域に住もうって思うので、そうするとじゃあ、子供がじゃあなんか、高校卒業するまでは住むかなってなると、やっぱり18年間ぐらい住むじゃないですか。で、そうすると、まあ、ローン組んでマンション買っちゃった方がいいよねっていうふうに考えたりもするんですよ。いや、その、なんか、子供を育ってる最中にいろいろ引っ越すのも大変だし、じゃあもう同じ地域で、で、だったら、じゃあ家賃払い続けるより、マンション買った方がいいよねってなるので、なので30代、40代の人たちが引っ越してきて、さらにその不動産っていう、そのなんか何千万円もかかるようなものを、お金をその、まあ、借りるんですけどね、銀行から、投資してくれるんですよ。なので、その子育て対策をやってるというだけで、労働者が集まり、さらにその3000万円とかお金を落としてくれるんですよ。で、そこからずっと働き続けて、で、そこに有料な労働者がいっぱいいるから、じゃあ会社を作ろうっていうところが出てきて、で、そこがまた利益を上げて法人税を落とすっていう形になって、実は、明石市がやってるのは、少子化対策によって子供が多くなったことによる税収増ではなく、その少子化対策をしているところに住みたいという優秀な労働者を集めるっていうところに成功してるんですよ。で、この優秀な労働者っていう言い方をなぜしたかっていうと、日本の場合で20代で600万円以上年収がある人は、確かね、9割ぐらい結婚してるんですよね。要するにその、結婚してる人数がだんだん少なくなってるよねっていう問題があって、で、結婚してる人の子供を持ってる人数っていうのは、実はあんまり昔と変わってないんですよ。なので、結婚の数が減ってるんですよね。で、結婚の数は減ってるんですけど、年収600万以上の人って結婚しまくってるんですよ。9割ぐらい。で、なので、子供がいる家庭ということは、旦那さんか奥さんが年収600万円以上、世帯収入が900万円ぐらいある確率が高いんですよ。なので、その、夫婦です、ニートですっていう人じゃなくて、それなりに稼いでる人っていう確率が高いので、なので、その子供政策っていうのをちゃんとやっていくと、それなりに世帯年収がある人たちが集まってきて、世帯年収があるので、マンションを買った方がいいよねって投資してくれるっていう好循環ができてるんですよ。っていうのがあるので、その一応その政治システムとして日本の少子化っていうのはできないよねって話をしたんですけど、ただその市町村のレベルでいくと、そこの少子化対策っていうことをすることによって、実際に人口が増えて、結果としてその市がうまく回るっていうのは可能であるっていう、ちょっと長い説明になりました。すいません。はい。